はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、前回もちょっとお話ししたことがある、スケッチアップについてのお話です。確か前はスケッチアップって何がすごいのという質問に対して、簡単だからだよっていうスケッチアップを使うメリットのお話をしました。今回は、7つのコマンドとショートカットさえ覚えればだいたい建築空間ってデザイン検討できちゃうよという具体的な使い方をお話ししたいと思います。ちょっと興味を持ってもらえると嬉しいです。スケッチアップの使い方で押さえるべきポイントは4つあるんですよね。まず見て動かすっていうことと、モデリング、要は形を作るってことと、色をつける、要はマテリアルを貼っていくってことと、カメラを設定するっていうこの4つです。これさえ覚えておけばある程度使えるようになります。まず見て動かすっていうことなんですけれども、マウスが簡単ですね、やっぱりちなみに私は MacBook Air のトラックパッドで、キーボードの下についてるやつですよね。それを指でタップするやつで操作してますね。これでも十分ですね。マウスなら中央のボタン、ぐるぐる回るやつですよね。あれを押して画面がくるくる回ったり、シフトを押しながらドラッグすると水平に移動したりと。でトラックパッドなら O ですよね。 O のキーボードを押して3本指でなぞればくるくる回って、シフトを押しながら、ドラッグすると水平に移動するよみたいな操作方法です。簡単ですね。で次に、モデリングなんですけど、建築の壁や床、基本的直線が多いので、R っていうショートカットで、四角を描いていくんですね。で立体にするには P っていうコマンドを押して、壁床を立体的に立ち上げていくっていう作業になります。基本的にモデリングしたもの同士がくっついちゃうんですね、スケッチアップの特徴として。なのでコマンド G で、グループ化してください。ちなみに私 Mac なんで Mac のショートカットしか今回言いませんWindows は多分コントロールだったりすると思うのでちょっと調べてみてください。そうするとグループにするとですね、くっつかなくなるんですね、物体同士が。これ結構スケッチアップを使う上で一番重要なポイントかもしれません。これで、床壁天井と作れちゃいます。窓を次作ろうと思った時に開口を開けたいなって思った時も R で四角を作って P で穴を開ける。これで一緒なんですよね。壁を立ち上げるコマンドと全く一緒っていうね、超簡単ですよね。で窓とかドアとかを作ってみてください。で次にモデリングしたものを今度色つけようってなった時にカラーウィンドウっていうのがあって、そこから色を選んで ABC の B で貼り付けます。B っていうショートカットがあってコマンドを押しながらすると、他の今現状設定したマテリアルをコピーして他のところにマテリアルを設定することができます。シフトを押しながらクリックすると同じ素材が全て変わったり、オプションを押しながらすると隣り合わせの同じマテリアルだけ変わったりもしますと。これは同じグループ内にたくさんのマテリアルがあるときにそこだけ変えたいとか、同じマテリアルを変えたいみたいな時に簡単に変えれちゃいます。このようにね、ちょっとした便利なショートカットがね、結構たくさん隠れてるんですよね。でマテリアル設定ができると
家具や備品を配置しますよね。オフィスや飲食店、物販店など同じようなものをたくさん配置するときに便利なショートカットが次 M っていう M で移動っていうのがあって、それをコピーしたいときはオプションを押して、行きたい方向に例えば600っつったら600移動しますと、コピーされますと。で、移動方向を決めて数字を入れてその寸法通り移動させたら、その直後にコピーしたい個数がいっぱいあるとき、例えば5個あるときは、X ボタンを、数字の5を押して X ボタンを押すと連続で5個コピーされます。ちなみに同じ家具の色を一気に変えたいときは G、ただの G ボタンを押してコンポーネントっていうものを作っておくと、そこからコピーされた家具は、色とか形を同時に変更することができます。これも結構便利です。で、最後なんですけれども、カメラの設定です。画面を自分の見せたいシーンにしますね。で、シーンというウィンドウがありますので、そこでプラスマークを押せばカメラの設定ができます。シーンをいくつか作ると動画のようにつながっていって、それをそのままアニメーションとして打ち出せますし、他のレンダリングソフトを持っていってもそのカメラの設定が残るソフトもあります。残らないソフトもあります。で、アニメーションをうまくつなげるコツは、次のアングルまでの距離と向く方向なので、距離をたくさん歩かせるのであれば、あまり向く方向は変えない方がいいですし、向く方向90度とか180度とか変えるのであれば、距離はほとんど歩かせない方がうまくアニメーションはつながっていくと思います。いろいろ試してみてください。これで一通りのモデリングができちゃうんですよね。めっちゃ簡単ですよね。もっと便利にしていくには、表示非表示のショートカットやタグの設定とかもあって、これは Google 検索するといろいろやり方が載っていると思います。タグはね、ちょっとレイヤーみたいな感じなんですけど、ちょっとレイヤーともちょっと機能が違うんですよね。だから CAD とか画像ソフト、いられとかのソフトを使って慣れてる人からすると、レイヤーという機能みたいなイメージとごっちゃにしない方がいいかなって思います。タグは表示非表示とか便利ですけど、結局は先ほど一番最初に言ったグループ化しとかないと、同じモデルでも混合してしまいますということです。注意してください。あと手すり作ったり曲面を作ったりすることもできるんですけれども、それはここまでできた後にやってみるのもいいかもしれませんね。3次局面の建築を設計するんであれば、ライノとかね、他のソフトウェアの方が得意なところもあるので、わざわざスケッチアップである必要性はないかもしれません。で、このまま平面や立面、断面展開図に作成するレイアウトっていうソフトがありますので、スケッチアップの特徴を理解して、最適な使い方をした方が時間的クオリティの費用対効果が必ず出てくるんですよね。図面まで行くと。なので、それも含めて、次回はちょっとそういう話もできたらなと思います。今日はそんなところです。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話で疑問に思ったり、実際やり方を知りたい方は一度覗いてみてください。それでは、今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。